今日はゼブラの SLF1ST という面白いボールペンを購入したので紹介していこうと思います。こちらのボールペンは一見すると短くて書きにくいんじゃないかと思う方も多いと思うんですけれども、なんと驚きの機能が搭載されていて、軸を引っ張ることによってニョキッと伸びるんですよね。これはなかなか面白い機能ですよね。長さを変更できるペンっていうのは自分は初めて使いますし、こういうアイデアがあったのかと結構驚かされた商品なので、そんなペンについて詳しく見ていこうと思います。改めまして、こちらはゼブラの SLF1 の ST というボールペンでございます。値段は税抜き500円になっていまして、もっと小さい300円のモデルもラインナップされています。こちらのモデルは軸に金属が使われていて、500円の割にはかなり質感が高くて高級感が感じられるなと思いました。こちらは黒色なんですけれども、計6種類の色のラインナップとなっています。伸び縮みするペンということで、最初は遊び感覚で使うおもちゃみたいなボールペンなのかなと思っていたんですけれども、実際に持ってみるとビジネスマン向けの大人なかっこいいデザインになっていて、なかなか凝っているなと感じました。本当に手のひらに収まるほど短いですね。一番短い時の全長が 10.5 センチ、一番長くした時は 13.4 センチとなっていて、伸び縮みさせることによって3センチほど長さを変更することができます。先端の形状はタツノオトシゴの口みたいで、なかなか愛着が湧く可愛らしいデザインにもなっています。どうしてタツノオトシゴになっているのかと言いますと、ボールペンのリフィルを収納させるためですね。グリップと口金が動くことによって中に入っているリフィルも連動して動きます。わざわざノックする必要がなくて、ただ伸ばすだけでリフィルが出るっていうのはなかなか考えられているなと思いました。伸ばすときはちょっと力を入れないといけないので、もう少し軽い力でできた方が個人的には嬉しいですね。リフィルを交換するときは伸ばした状態でグリップだけを回すことによって中身を取り外すことができます。ゼブラの F-0.7 芯に対応しているんですけれども、金属と樹脂が融合したようなちょっと変わったリフィルとなっています。こちらのペンの用途としては、手帳に挟んだり胸ポケットに挟んだりといった感じで、筆箱に入れずにペンを持ち運ぶビジネスマン向けのボールペンかなと思います。自分が持っているこちらのシートルの手帳は結構大きいので、今回の短いボールペンの恩恵はあんまり受けないんですけれども、小さい手帳を持っている方なんかはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。手帳用のボールペンは結構短いのが多いので、どうしてもクリップが指に当たってしまうんですよね。なので手帳用のペンは普通のペンと比べると書きにくいのであんまり好きじゃないんですけれども、このボールペンは普通のボールペンと同じぐらいの長さになってくれるので、クリップに指が当たって気になってしまうということもないですし、これはなかなか使えるなと思いました。ただ書いてみて思ったんですけれども、ガタつきが結構大きいですね。ちょっとペン先の隙間がありすぎるかなと思ったので、もう少しガタつきを少なくするために精度を上げてほしかったなと思いました。ペンを回転して書いてみたんですけれども、どの角度でもガタつきが生まれてしまっているので、これはちょっと自分でテープとかを買って補強しなければいけないかなと思うレベルです。あとどうしても伸縮自在のボールペンということで段差ができてしまっております。自分の持ち方だとちょうど段差のところに指が当たってしまうので、書いてる時にちょっと違和感がありました。持ち方によると思うんですけれども、自分みたいな持ち方の人は気になるかなと思いますね。10.1mm の太めな軸に加えてクリップに手が当たらないっていうのはすごくいいんですけれども、グリップにちょっと違和感があったりペン先のガタつきが大きいので、ちょっとそこは残念かなと思いました。せめてガタつきだけはもう少し少なくしてほしかったなっていうのが個人的な意見ですね。ただ値段が500円プラス消費税とかなりお手頃に買えるので、こういう楽に持ち運びができるボールペンが欲しいなと考えている方は、ぜひ概要欄に Amazon リンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。すごく書きやすいというわけではないんですけれども、普通の短い手帳用のボールペンと比べると比較的書きやすくなっているかなと思いますし、何よりもギミックが面白いですよね。ちょっと使っただけなんですけれども、伸縮させるところのシルバーのところが線のように傷が入っていました。長い間使うとなるとこの傷が多くなってきて、縦方向のヘアライン加工みたいにうまい具合になっていくんじゃないかなと思うと、ちょっと面白いかなと思いました。ということで今日は伸縮自在のゼブラの SLF1ST の紹介でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。